はい、こちらのイラスト、パッと見た感じ、かなり重厚感があって、ちゃんと書き込まれている感じがするじゃないですか。でも、アップにすると、ほら、椅子に打ち込まれているビスとか、めっちゃ適当に見えるでしょ？もうこの辺とかね、ペンツールで置いただけの調子ですし、最初はですね、僕も全然、今言ったようなことできませんでした。でも、あることを意識したらですね、あ、なんだ、そういうことかってね、結構すんなりとできるようになっちゃったんですよ。これなんだと思いますか？こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、笹暮白黒熊さんからの質問です。斉藤先生、こんにちは。質問の内容は、あまり書き込まない判断の目安や基準はどうして決めているのかです。SNS で、この絵〇〇で素晴らしいなぁと感動しながら、画面いっぱいに表示してみたり、拡大表示して見ていると、実はあまり書き込んでいない。あえて言葉を選ばずに言うのなら、ペンツールで色を置いただけに見えるぐらいの情報量なのに、全体表示だとそれが全く気にならないほどに表現されている不思議に出くわすことがあります。あくまでも自分の体感ですが、背景や人物が身につけているパーツや模様などに多い気がします。自分がやってみると、すごく手抜き感というか、ものすごく悪目立ちしてしまって頭を抱えております。だからと書き込めばキリがなく、いざ書き込んでみたけど、見てほしいところに目がいかない。なんかすごいごちゃごちゃしている。全体表示してみれば、書いても書かなくてもあまり変化がなかった。などとうまくいかずにしょんぼりする日々です。そういった経験から、今回斉藤直樹先生に質問を送信させていただいた次第です。趣旨を伝えたいがために、冒頭であまり書き込まない判断の目安や基準はどのように決めているのかとざっくりした記入になりましたが、具体的には、ここはこのぐらい書き込めば良いか、でもここはもうちょっと書き込んだ方が良いな、のような感覚的な部分、その感覚を身につける方法、また、こうした時はこのぐらい書き込めば良い、のような知識的な部分をご教授いただければ幸いです。性格上、動画内のコメントができないので、この場を借りて感謝を送らせていただきます。今まで四方八方わからないことだらけでしたが、斉藤先生のおかげで表現の幅が広がり、絵を描くことがますます楽しいと感じられる日々を送れています。斉藤直樹先生、ありがとうございます。今後のご活躍を心より応援しております。とのことです。はい。笹暮白黒熊さん、ご質問ありがとうございます。はい。これ言ってること皆さんわかりますかね？ちょっとね、これは僕の絵というわけではないんですが、添削でわかりやすい例があったので、その絵を出させていただきます。はい。こちらのイラスト、パッと見た感じ、かなり重厚感があって、ちゃんと書き込まれている感じがするじゃないですか。でも、アップにすると、ほら、椅子に打ち込まれているビスとか、めっちゃ適当に見えるでしょ？もうこの辺とかね、ペンツールで置いただけの調子ですし、後ろにある調度品の模様とかね、めちゃめちゃパパパッと書いたような感じで、しっかりとは書き込まれていないのがよくわかると思います。あ、一応ね、ご本人の名誉のために言っておきますが、今適当って言ったのは、僕が手を入れた部分です。ご本人の絵はね、もっと丁寧に描かれているので、そこは補足させてくださいね。適当なのは僕の書き込みだけです。まあ、これはね、添削の絵なので、実際の絵として仕上げるなら、さすがにもうちょっと書き込みますが、すごくわかりやすい例を示すと、こういう感じだと思います。これね、ものすごく不思議ですよね。特にね、ものすごく自分は、しっかり細部を書き込むタイプで、書き込むことで細部を仕上げていく。それで絵のクオリティを高めていくっていうタイプの人にとっては、これはね、かなり不思議な現象だと思いますし、なんならですね、結構悔しくて許せない現象だとも思うんですよね。畜生、俺は結構頑張って細部を整えていってクオリティを上げているのに、なんでこんなに適当な処理で済ませている絵がクオリティ高く見えるんだよ。許せんってね。でもね、不思議なことに、こういった細部があまり書き込まれていない、タッチをね、ポンポンと置いていったような絵の方が、細部をめちゃくちゃに整えている絵よりも、なんかね、センスがよく見えることの方が多いんですよ。なぜそう思えるのかどうかは、いろいろな複合的な理由があるかもしれませんが、一つはね、あまりくどくどしくない、あっさり感が出るからだと思います。全部をね、かっちりと仕上げていくことはもちろん可能です。例えばさっき言ったような、椅子に打ち込まれているビス一つ一つをですね、丁寧に線まで描いていって仕上げることっていうのは十分可能なんですが、そうするとですね、もちろん丁寧には見えますよ。見えますが、なんかね、いちいちそこに焦点があってしまって、意識を不必要に余計なところに持っていかれてしまうんですよね。例えるならなんだろう。なんか話が無駄に長い校長先生の話を聞かされているような、なんかそういう気分になるっていうか、そういうくどくどしさを感じてしまうわけなんですね。あまりね、書き込まれていない部分があえて残っていた方が、キャラクターの顔とか絵の見ど
所に対して、スーッとね、目がいって、すごくね、センスがよく見えることがあるんです。そういったことがあるので、そういうね、あっさりした書き込みの絵に対して、憧れを抱く気持ちはめちゃくちゃわかります。そして何よりも僕自身がですね、実はそういう悔しさを長年味わってきた人間なので、質問者さんのお悩み、なおさらわかる部分があります。今でこそね、ある程度そういったことをコントロールできるようになった僕なんですが、最初はですね、僕も全然今言ったようなことできませんでした。でも、あることを意識したらですね、なんだそういうことかってね、結構すんなりとできるようになっちゃったんですよ。これなんだと思いますか？はい。言われてみれば結構簡単なことなんですが、実際やるのはちょっと難しいというか、結構ね、我慢が必要なことかもしれません。なんだと思いますか？ズームアップしないで書く。はい。これ言われたらですね、なんだそんなことでいいのって思うかもしれません。引いた目線でパッと見て、めっちゃ書き込んでいるような印象なのに、こう寄ってみたら全然書き込まれていないような絵だった。そういうイラストを描くのに必要なのは、ズバリ、ズームアップしないで絵を描くということです。それだけでいいのって思うかもしれませんが、はい。それだけです。なぜズームアップしないで描くと、センスよく、細部をいい感じに省略しながら描けるようになると思いますか？ここで大事になってくるのが、絵を描いている側が、絵を見ている人と同じ目線になって描く。ということです。絵を見ている人はですね、基本的には絵をズームアップして見たりしません。例えばね、スマホに表示されていたとしたら、よく見ると言ってもサイズそのままに見ます。もちろんね、表示されたサイズのまま画面に顔を近づけて絵をよく見るということはするかもしれませんが、基本的にはですね、それだけですね。もちろんこれはアナログイラストも同じで、顔をね、ぐーっと画面に近づけるようなことはしますが、わざわざルーペを持ってね、細部を拡大するようなことはあえてしませんよね。ですが、描いている側はどうかというと、特にデジタルイラストを描いている人はですね、どこまでも気軽にズームアップできてしまうので、細部の書き込みがですね、不必要に気になってしまうんですね。もちろん、丁寧に描くことは必要なんですが、実は丁寧に描くことと絵の見栄えを良くするということは必ずしもリンクしません。なぜかというと、ズームアップして丁寧に描いたその処理が画面を引いてみたときに絵を見ている人にとって効果的に見えるかというと、そうとは限らないからです。もしね、これを見ている人の中で、自分はものすごく丁寧に絵の細部を詰めて描いているんだけど、にもかかわらず、あまり周りの人にそこに関して褒められないとか、見栄えが実際に良くなっていないと感じる、なんていう人がいたらですね、それはおそらく、ズームアップして絵を描きすぎているから、というのが一つの大きな原因かもしれません。はい。じゃあどうするのかっていうと簡単です。なるべくズームアップ禁止で描くんです。ズームアップしないを心がけてください。はい。例えばこの動画がわかりやすいと思うんですが、見てください。僕が描いている画面。これね、言われてみれば、確かにって思うかもしれませんが、僕はですね、全く画面をズームアップしてないでしょ。これ編集じゃないですよ。本当にズームアップしてないんです。これはね、線を描いているフェーズなので、余計にそうなんだと思いますが、細部を気にしすぎてしまう人はですね、やはりこの段階でも、線を描いている時にでもぐーっと画面にズームアップして描いている人が多いと思います。でも大事なのは、あくまで絵を見ている人の印象に今やっている処理が貢献できているかどうかです。ズームアップしてね、一生懸命絵を描き込んだとしても、それが実際に見栄えに貢献できていなかったら、その処理はやっていないのと一緒なんです。もう逆に言えばですね、引いた目線で雑に入れた処理が、ズームアップしてよく見たらね、めっちゃ雑に描き殴ったような処理だったって分かっても、でも引いた目線で遠吠えてみたら、めっちゃいい印象。この状態で見ていい絵なんだから、それはめっちゃいい絵でしょってことになるんですね。はい、もう極端な話ですね。もううんこ型のブラシで描いて、で画面によくよく寄ってズームアップして見てみたら、うんこの形がびっしりと密集してましたってなっても、でも画面から引いてみてその絵が美しかったら、それは紛れもなく美しい絵なんですよ。いや、そうか？いや、ごめんなさい。今のはちょっとなんか違いましたね。はい。忘れてください。っていうか、それはそれで普通に面白そうな表現ですよね。はい。特に今まで画面をズームアップして描く癖がある人は、ズームアップしないということに対して、ものすごく抵抗感が出てくると思いますし、めちゃくちゃ不安になると思います。ズームアップしたいってね。ただそこはですね、機能としてズームアップするんじゃなく、顔を画面に近づける、顔を画面から離すという物理的
的な意味でのズームアップ、ズームアウトになるべく留めてみてください。そうすることで徐々に今書いている処理が引いた目線で見た時に見栄えに反映されているかどうか、逆に今やっている処理は細かすぎて引いてみた時にあまり効果がないかどうか、そういうところが感覚的にわかるようになってくると思います。大きな画面で書こう。はい。でね、一旦乗りかかった船なので、最後まで丁寧に解説していきます。画面をなるべくズームアップして書かないと言いましたが、そのためにどうしても必要なことがもう一つあります。それは、大きな画面で絵を描こうってことです。これはですね、スマホで描いていると、その能力はつきにくいよってことです。絶対に無理っていうことはないんですが、スマホだとですね、どうしてもデフォルトでズームアップして書くことが多いでしょ。だって画面小さすぎますからね。なので少なくとも iPad ぐらいの大きさ、もしくはですね、できれば24インチ、27インチぐらいの大きなモニターで絵を描くことが、この能力を育てたい場合には有効です。僕はこんな風にですね、27インチのモニターを2倍並べて、こちらには資料を表示して、こっちで絵を描くということをしています。理想を言えばこれが理想なんですが、そこまでスペース取れないよという方でも、このぐらいのモニター1台あれば十分に当倍でズームアップしすぎずに絵を描くことができると思います。でね、もうついついズームアップしちゃうんだよ。だって機能としてそこにあるんだから使っちゃうに決まってんじゃんっていう人はですね、はい、もうこれです。スケッチブック。もうアナログでお絵描きしてみてください。だって絶対にズームアップできないじゃん。はい。これはですね、僕が練習で描いてみた田中ちゃんの絵なんですが、これも例えばデジタルで取り込んで、最後ね、細かく見ていったら、きっと処理としては雑に見えるはずです。ですが、引いた目線で見た時には、見るに耐えるバランスを保てているので、そこまでおかしくは見えないということになっていると思います。どうしても大きなモニターがないし、ズームアップツールがあるとどうしてもそれを使ってしまう。どんどん拡大しちゃうよという人は、スケッチブックで、アナログでね、絵を描いてみてください。それでも十分、この能力を育てることができると思いますよ。お知らせです。動画販売サイトビミオにて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。